他人の気持ちは理解できない。だからこそ分かり合うことは尊い。しかし分かってはいけない。そういうこともしばしばある。開けたら最後。そこには深い闇が渦巻いているのだから。それじゃあ今回の課題を配布するからな。いや、課題ってこないだやったばっかりじゃないですか。そうそう、もう疲れましたよ。もうすぐ夏なのに。何言ってるんだお前たちは。大学生の本分は何だ、言ってみろ。思い出作りの旅行。バイト先でのロマンス。何言ってんだお前らは。大学生の本分は研究だ。そんなのつまんない。これからお前たちには共感性にまつわる研究をしてもらう。ちなみにこのテーマはグループでの研究になるからな。グループってことは。最悪。真由美とカナは面倒そうな顔を浮かべ、その視線はサツキへと向けられた。ねえさつきさん、私これ調べてみようと思うんだけど、どうかな。そう、好きにすれば。多分まゆみはさつきさんの意見も聞きたいと思うんだけど。意見も何も、そんなの調べたものを持ってきてから言ってちょうだい。そんな言い方しなくても。大丈夫。じゃあ私こっち調べておくから、何か分かったら教えてね。必要なことがあればね。そうですか、わかりました。行こうまゆみ。ほんと、何あの態度、感じ悪。グループ課題はあくまでグループで行うから意味がある。だがさつきは他人と協力することに意味も価値も感じられなかった。疲れた。もうこんな時間か。まったく、何がグループ課題よ。私一人だったら一日で終わったじゃない。こんな時間になると酔っ払いも多いわね。酒草。なんでこんな場所を通らなきゃ帰れないんだか。サツキは大学からの帰り道、お気に入りのアクセサリーショップに立ち寄った。あれ、何この香り。なんだろう。サツキはその香りに導かれるまま、見覚えのない館の中へと足を踏み入れていた。ようこそハウス・デ・アリーベ。ここ何の店なんですか？悩みを抱えた人々が相談にいらっしゃる占いの館です。あなたはどうしても他人を拒絶してしまう自分に自己嫌悪を感じているようですね。自己嫌悪って何ですか？あなたはいきなり知ったようなこと。これは失礼いたしました。お詫びに紅茶でもいかがですか？落ち着きますよ。さつきは自分の心を見透かされたようで戸惑ったが、出された紅茶を一口飲むとなぜか心が落ち着いた。さつきは今まで抑えてきた気持ちを吐き出すかのように語り始めた。上辺だけの言葉に惑わされ、騙された過去、それが引き金となり、人を拒絶し孤独になったこと、そしてトラウマを抱え、異性とも付き合えない自分への嫌悪感。大丈夫。あなたの気持ちわかるよって。そんなはずないじゃないですか。みんな上辺だけなんです。他人の気持ちを分かった気になりたいだけなんです。サツキが胸の内を打ち明けた後、占い師はあるものを懐から取り出した。手渡したのは手のひらの半分ほどのサイズのバレッタ。装飾には小さな鍵のようなものがあしらってある。見立てさせていただいたところ、あなたにはこちらが最適な品かと。綺麗。これを常に身につけてください。そうすればあなたはきっと幸せになれるでしょう。おいくらですか？結構ですよ。あなたに差し上げます。ですが、一度身につけたら絶対に外してはいけませんよ。それだけは守ってください。お代はすでにいただきました。あなたの辛い思い出、記憶、
さつきはバレッタの不思議な魅力に飲み込まれていた。そして気がつくと家にたどり着いていた。このバレッタ、やっぱり可愛い。おはよう。さ、はい、何ですか？別に何でもない。無理に話しかけようとしなくてもいいのに。昨日はごめんなさい。今、何か言いました？は？何も言ってないけど。でも今確かに。昨日は言い過ぎたからちゃんと謝らなきゃ。今、昨日言い過ぎたって。私口に出てた。さつきには何が起きているかが理解できなかった。紛れもなくカナの声は聞こえてきたのだ。だがそれは口からではなく、もっと深い奥底から響いてくるような不思議な感覚だった。ごめんなさい。昨日は言い過ぎちゃった。気にしてないけど、私の方こそごめんなさい。本当？ちょっとなんでそこ疑問系なのよ。何？一体何が起こっているの？その後、さつきの生活は一変する。間違いなく相手の心の声が聞こえている。人を拒絶してきたさつきは他人の気持ちを理解することができるようになり、友人も増えていった。そしてある日、真由美から一人の男性を紹介される。その男性はさつきに対して好意があるとのことだった。もちろん今までのさつきだったら迷うことなく拒絶しただろう。だが会ってみたい、話してみたい、そんな感情に突き動かされたのだ。そして二人は出会い、同じ時間を重ねていく。さつきさん、ここ景色が綺麗ですね。たまに一人でここに来てたんですよ。誰かと一緒に来るのは初めてですけど。そうなんだ。よかった。誰か他の男と来たとかじゃなくて。和樹さん、また私のこと考えてる。はあ、早く告白してくれればいいのに。そしたら私も。さつきさん、はい、何でしょう？初めて見た時からずっと好きでした。俺と付き合ってください。絶対大事にしますから。和樹さん、はい、私でよければ。本当ですか？やったーそんなに大きな声を出さなくても。やったぞ。心の中でも同じこと言ってる。本当にこの人ったら。その後二人は付き合うようになった。彼が欲しいもの、して欲しいことを先回りして満たす。そんなことができるのはこのバレッタのおかげ。さつきは占い師に強く感謝した。そしてこの幸せな時間がいつまでも続いていくことを願った。3ヶ月後、その日はカフェで和樹とハロウィン当日のコスプレをどうするか話し合っていた。和樹は盛り上がっていたが、さつきはいまいち気が乗らなかった。はあ、常にいろんな人の声が聞こえるからどうしても疲れてしまう。どうしたのさつき？もしかしてコスプレしたくないの？嫌なら俺はやめても構わないけど。コスプレは今までしたことないけど、和樹と一緒なら楽しみって思うよ。だから大丈夫。本音を言えば、さつきはコスプレなどしたくはなかった。だが、早くコスプレしたさつきを見てみたい。楽しみだな。と、和樹が言っていることを理解できてしまう彼女に、拒否するという選択肢は考えられなかった。それならよかった。じゃあさ、俺はこのフランケンシュタインのコスプレするからさ、さつきはこっちの吸血鬼になるのってどうかな。
和樹が指さしたカタログの吸血鬼はかなり露出の多い衣装だった。これまでこんな格好をしたことがない。断りたい。だが、和樹の心の声は容赦なくさつきの頭の中に響く。和樹がそう言うなら。相手の本音がわかるばかりに、それを満足させようと努力する。そんな毎日に、さつきは自らを疲弊させた。彼女はとうとう自分の許容できる上限を超えてしまった。もう限界。他人の気持ちって。じゃあ、私の気持ちは一体どうなるっていうの？ずっとこんなことを続けていたら、私は和樹の奴隷と一緒。そんなの絶対にごめんだわ。これなら、相手の気持ちがわからない方がマシ。こんなアクセサリーがなくたって、私と和樹ならこれからもきっと大丈夫。さつきはそう思ってバレッタを頭から外し、カバンの中にしまい込んだ。すると、突然鳥肌が立ち、胸が圧迫されるような感覚が訪れた。何これ。さつきがアクセサリーを外した瞬間、頭の中に和樹が今まで抑え込んでいた欲望の濁流が一気に押し寄せてきたのだ。それはさつきのような女性にとってはおぞましいものだった。何これ。やだ。さつき、大丈夫か？やめて。来ないで。近寄らないで。来ないで、このけだもの。さつき、俺何か。来ないで。私に近寄らないで。さつきはたまらずその場から逃げ出した。脇目も振らず。その間もさつきの頭の中には他人の欲望の濁流が絶え間なく押し寄せる。それも一つではない、二つ、三つ、どんどん頭の中に入り込んできていた。何なのよこれ。頭が痛い。気持ち悪い。やだ。だから言ったのに、アクセサリーは絶対に外してはならないと。今のお前は闇の心、他人の押し隠していた欲望、本人すら気づいていない醜い本音、心の中だけに留めるべき悪意の数々、それらも把握できるようになってしまったのだ。そう、知らない方がいいことだって世の中にはある。さつきが開けたのは無意識という名のパンドラの箱。不用意に開けてはいけない闇の箱だった。物語のパンドラの箱には希望が残されていたというが、無意識の中は果たしてどうだろうか。さつきよ、相手の心がどれほど分かろうと分かるまいと、何を受け入れ何を拒否するのかは、結局問題はそこに突き当たる。自分と他者の両方を適切な配分で尊重できるようになったなら、お前は今の不幸を乗り越えることができるだろう。それができるかどうかはお前次第だ。それまでせいぜい耐えるがいい。無意識の闇、カオスの中で